そのみやこの熱波ラジオ12分でさよなら。皆さん今日もサウナに入ってますか？このラジオはですね、ちょうど聞き終わったら、ワンセットとなる12分、たっぷりお話ししていくラジオです。今回もサウナの中からお届けしたいと思います。お相手は放送作家の澤田さんです。よろしくお願いします。お願いします。始まりましたね。はい。今回もサウナの中からお届けしているわけですけども。はい。はい。なんかさっき、はい。本当マジで台本ないじゃないですか。はい。サウナこうお借りしてるとこ入って、はい、着替えて、はい、即座るみたいな。そうですね。今到着してからこの茶室に入るまでまあ多分10分経ってないですね。経ってない。私もう水着は仕込んできてるじゃないですか。はい、だからもう皆さん作業しながらバッて脱いでここ座るみたいな。あ、そうですよ。なんか気づいたらもう水着でしたもんね。そうなんです。気づいたらもう脱いでるんです。準備完璧なんです。気づいたら脱いでる。はい、そう。いいですね。素敵な言葉ですね。気づいたら脱いでる。はい。はい。素敵な言葉だと思います。ちょっとニヤニヤしないでください。いや。でもほら皆さんが準備してる間にしれっと脱いで、もう水着でうろちょろしてこう準備してる状態なんですよね。しれっと。これって、なんでしょう、女性同士って裸見られるのどうとか、男性として僕は、それこそスタッフ男性さんいるじゃないですか。で僕は園さんよりちょっと先に入って、でまあいろいろちょっと制作側の話もちょっとしながら、作家っていうね、この出てる方じゃなくてその裏方としてのあれもしながら着替えるんで、もう一回完全に男性スタッフさんに物を見られてるんですよ。はい。喋りながら着替えてるんで、僕は仕込んできてないので、でも僕は全然何も思わないです。はい。女性同士って、お互いの裸見て何か思うんですか？なんかすごい嫌な人もいるんですか？私とかだとバンバンって多分脱いじゃうんですけど、やっぱりその恥ずかしくて隠しちゃう人もいる、見られたくないって人もいますね、やっぱり。それは例えば銭湯とかだと、まあいわゆるこの胸のところから下にタオル巻いて入るんですか？タオル巻いて、なんかこう1枚なんかこうタオルあると、まあこうやって、もう前だけ隠すみたいな。明らかにこう抑えるってことですか？明らかに抑えてる人もいるかな。どうなんだろう。そう、でも男性はどうですか？男性は前隠します？隠す人もいなかないですけど、でもまあなんかなんでしょうね、もうなんかタオル持って言ったら、そのタオル持ってる手が股間の付近にあるぐらいなんかもう明確にバッて押さえて、僕は見せませんっていうような感じじゃなくて、しれっと下ろしてる手にタオルを持ってる、それがやや中央に寄って隠してるみたいな感じですね。着替えてる時から隠すとかはないですか、男性は？着替えてる時も、いやなんか向きを気にする人はいますね。だから要はこっちを向かないというか、後ろ背面だけ背面だけとかいますね。まあその辺はね、ちょっとこう、関係性もあったりとか。僕知らない人も全然大丈夫ですね。そうですよね。基本銭湯とか行くと、ほとんど知らない人じゃないですか。そういう時は多分基本的に隠さないんだけど、逆にこうサウナとかでも、こう仲間たちで行った時の方が多分見られたくないって思うこの方が逆に多いかもしれないですね。そこにあれは関係してくるんですかね。なんかその自分の、ね、もう別にそんなかしこまったラジオじゃないからいいと思うんですけど、自分ののに自信があるとかないとかっていうのは、男性女性関わらず。でもそれは男女ともに多分ありますよね、きっと。僕はね、こんなねこれ朝からとって朝一からこんなこと言う必要はないんですけど、別にそんなに立派なものを所持してないんですけど、所持。ただ全然見られていいし、なんならちょっと見てほしいぐらい。なんならちょっと見てほしい、どういうことですか？一個理由としては、ちょっと医療の手が加わって、開放的な息子をしてるんで。医療の手が加わって、これね、もう男性は分かってます。何をしてどうなってるかっていうのは。でもね、今そういうのが結構こう主流っていうか。分かりやすい。そうです。あれスタートネックの首の部分をしたんで、
そうなんですか？夏仕様にしたんでっていうのも変ですけど、はい、そうです、夏仕様になったんで、だから全然見られてもいいというか。夏仕様、はい、それはあれですか？ちょっと待って、もうあんまり掘るのやめます。掘るやめます。これちょっとなんか、はい、掘るのやめようかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと掘っていいですか？はい、どうぞ。なんか今ってこう、はい、VIO の脱毛をする人はすごい増えてるじゃないですか。僕も IO はやりましたね。IO をやって、はい、V は残してる。 V はなんか形整えるぐらいにしました。それなんでですか？全くの白が嫌だったからです。はい、それはねちょっとこう、はい、ある方が、はい、まあそんな感じで、はい、結構その、はい、タートルの手術をされる方も、はい、今ってやっぱり多い？僕の周りは結構いますよ。で僕も、なんやったのはもう20年ぐらい前ですね。20歳過ぎぐらいです。結構前なんですね。結構前です。まあもう男はもうみんな自分で気づいてるんで、高校生ぐらいの時に、はい、あれ首元あったかいぞ人よりっていうのが気づいてるんで、はい、なんか私は CM のイメージ、はいはいはい、CM してたじゃないですか、はい、タートルネック着た CM みたいな、はいはい、でもそんな20歳ぐらいからやってるってすごいですね。いや、いろいろやっぱ弊害が出てくるんですよ。すごいですよ。だからもう手術とかも、でもこっちはでも緊張で行くわけじゃないですか、はい、で行ったら、麻酔を打つわけですよ、でこの首元こう一周、はい、首元一周に6発で最後このつむじに1発打つんですよ、でこの首元から打ってってここが効き出したらつむじっていう順番なんですけど、この首元には順番ないんですよ、6発打つの、澤さん注射打ってきますね、麻酔打ってきますね、時計回りと反時計回りどっちがいいですかどっちでもいいわどっちでもいいっていう、もうだちょっと医者も遊んでるんですよ面白い。でもあれですね、手術、最近もねなんかそういうのがこう結構広告とかでも流れてくる時代だから、みんながサクッとできるようにね悩んでる人がねだし、お父さんお母さん、はい、そのさんももしお子さん、息子さんができたら、はい、言ってあげた方がいいです。そこ多分アンタッチャブルにしない方がいいです。大事なことですもんね、はい、あとリスナーさんとか見てくださった皆さんが、はい、ちょっと悩んでる方がいれば澤田さんにそうですね、はい、コメント欄で相談していただけたら、はい、コメント欄で相談もおかしいですけど、コメント欄でそうですねそれは大事なことですからね、そうですね、はい、結構ね、僕も兄ちゃんいるんであれなんですけど、兄貴がいたりとか親父が結構そういうガツガツ系だったら、お前それじゃあれだぞ、ちょっと今日一回荒治療するかっていう回があるんですよ、そうですよね、はい、私も男兄弟なので実はそういうの結構見てきてるので、なるほどね、はい、皆さん何かそういうことはねこういろいろあれば、はい、恥ずかしがらず、はい、じゃあ時間も時間なので、はい、いきますか、はい、サウナトーク、はい、サウナトークはですね、もう本当不毛なトークでございます、はい、今日も3枚のサウナフリップから選んでいきたいと思います。これ、はい、なからじゃあ、なでいきたいと思います。はい、では早速、はい、ロッカーナンバー23番デイビッドさんから、はい、何時が好きですか、何時が嫌いですか、はい、もうどうでもいいですね。これもありがたいですよ、どうでもいいですね、何時が好きかとか確かに好きな時間とかそんなないしっていう。でもなんかいいですね。でも私結構どっちですか、まず好きですか嫌い、好きな方。好きな時間は10時とか。10時っていうのはどうですか？夜の10時、22時とか。僕嫌いな時間が夜の11時ですね。なんで？何をするにも、寝るには早いし、じゃあ11時からどうぞって言われても、映画見るにしても1時半2時かとか、11時でも何もできない気がする。いやなんかね、なんかやっぱりいろいろ仕事終わって帰ってきてサウナ入って帰ってきて、なるほど、とかベッド入って、ベッド入るの早いですね、10時。結構早いんですよ、でなんかはーってなんか一番好きなことをできる時間、こうネットフリックス見たりとか愛犬とお話ししたりとか、私の中の静かな時間で、私結構その低血圧で朝が弱くて、朝バタバタな人なんですよ。じゃあ僕真逆ですね。僕好きな時間朝6時です。早っ。なんか、なんでしょう、気温とかも全部ちょうどいい。もちろん季節によりますけど、なんかほんとすがすがしい、朝6時の街の音とかも
じゃあ朝6時が好きで、私たち嫌いな時間は逆ですね。私も朝方6時とかちょっと早すぎるし、7時とか8時とかだったら朝活って感じなんですけど、もう6時って早くない？いや、7時はもうみんなが動き出しすぎてるんですよ僕の中では。だからちょっと街がうるさいというか例えばじゃあ6時にパッと近くの神社とかに散歩とかに行くとしたら、あんま人歩いてないし、まあね、そうですね。なんかいいですよね。みんなが動いてない時間に動き始めるって結構いいですよね。なんか贅沢な時間っていうか。10時はそういういろいろできたり、ネットフリックス見たり自由な時間、愛犬と喋ったりするから好きで、嫌いなのが朝だって日中って割となんていうの、 LINE とかなるじゃないですか。なりますね。私あんまり携帯見ない人なんですよ、実は。SNS ももうめちゃくちゃ見てる人じゃないんですよ。結構静かに暮らしてる時間が多くて、携帯鳴らない時間が好きっていう。10時なんてまだ全然なりません10時でもなんかもうすいません、業界時間ってあるじゃないですか。いや、なんか業界ってやっぱちょっと全部遅いから10時過ぎて普通に飯誘われますよ、僕。ありますよね。でも10時だと寝てましたって言えるから次の日に返すっていう。じゃあこれは園さんに、万が一スタッフが10時ちょっと打ち上げみたいな、寝てました翌日はちょっと嘘ってことですね。いやそんなことないですけどいやでもね、好きな時間、そうですね、朝がちょっと好きになれるように。で皆さんもコメントでね教えていただければ、ぜひぜひ教えてください。いっぱい汗かきましたね。皆さんまた来週、さよなら。